The number you have dialed is not in service at this time. どうもこんにちは。焼肉ベースかけるの俊介です。先週ですかね、7月の3連休も終わってしまいました。皆さんどこかに旅行に行かれたんでしょうか。我々は仕事をしておりました。で、それはいいとして、今回の3連休で旅行されてる方結構多いなって感じたんですよ。外国の方の観光客に比べて、地方からちょっと来てるような方々もお店によくいらしてたので、いろんな人に話を聞いていたんですけど、ビジネスホテルに泊まってる人もいれば、近くの結構有名なホテルとかに泊まってる人もいて、その中でも日比谷の方に帝国ホテルっていう超有名な御三家ホテルがあるんですけど、ちょっと前に私今結婚してて子供が今2人いるんですけども、結婚記念日かなんかに映画を見ようみたいな感じで有楽町で映画を見ることなんですね。でその時に子供さすがに連れていけないなと思って、帝国ホテルの中に託児所があるんですよ。もう帝国ホテルの託児所って何やねんと思って、一回試しにちょっと預けてみたんです。そしたらなんと 3,4 時間ぐらいで料金2万円やばくないさすが帝国ホテルやなみたいな。もうかなり痛い出費になってしまったんですけども、その、帝国ホテルの話なんですけど、そのホテルが発祥のお肉料理があって、それがシャリアピンステーキ、多分聞いたことある人もいるかと思うんですけども、玉ねぎをソテーしたソースを使ったお肉のお料理で、今日それちょっと再現していきたいなと思います。再現つってもステーキ料理的に玉ねぎよく使うので、それのちょっとアレンジバージョンみたいな感じで今日は紹介していきたいと思います。今日使うお肉なんですけど、これは肉の花正さん我々結構よくこの撮影で買ってくるやつ、めちゃくちゃ安いですね。安いステーキと、せっかくなんでコスト使いすぎってよく言われるんですけど、今日は赤牛の肩三角も使って、その2パターンですね。今日もいいね、試食最高じゃないか。俺これだけだと思ってた。さすがにね、これだけやってもしょうがないから企画が欲しい、うちはもうコストかけまくってこの YouTube チャンネルに。じゃあちょっと調理の方に移っていきたいと思います。まず玉ねぎですね。シャリアピンステーキはもうこの玉ねぎが何といってもソースのメインになりますので、よく玉ねぎ切って目痛くなる人いるじゃないですか。絶対僕なんないんですよ。なんで？包丁が切れる。そういうことなんだ。そう、包丁が切れないと玉ねぎの辛み成分が見えないところで飛んできてるんですよ。でそれが鼻とか目に入って涙につながるんですけど、よく研いだやつだとスパッとこう水分が中に閉じ込められるんで、もう涙出ないです。玉ねぎ辛い人はよく包丁研いでみてください。それだけです。ためになるね。この半分の方ですね、これはすりおろしにしていきます。はい、そうしましたら、こちらがさっきの赤ロースで、こちらが赤牛の肩三角です。100g ぐらいいっちゃってよければ。これにしていきますか。とりあえずじゃん、ミートテンダーライダー、これ最高なんですよね。最近よく出るね。お肉料理すごいはかどりますので、ぜひ一家に一台。それもこれ普通にぶったたいて、一旦こんな感じで、ちょっともったいないけどこれも比較なのでって感じでペラペラになってしまいました。バットにさっきの玉ねぎのすりおろしですね、これをまず最初引きます。半分ぐらい引いてください。さっきのお肉ですね、これを引いていきます。なるべく全体につくようにこっちも引いていきます。残りですねを上に。これ何してるかっていうと、玉ねぎのタンパク質の分解酵素でお肉を柔らかくする効果があるので、赤身の硬いお肉とかはこれを漬け込んであげるイメージです。30分から40分ぐらい、冷蔵庫に入れておきます。じゃあ玉ねぎみじん切りですね、これちょっと炒めていきます。で飴色の玉ねぎになるまでじっくり炒めていきます。最初にバターで玉ねぎ入れます。で味出しの塩ですね。味付けじゃなくて浸透圧で玉ねぎの水分を出します。でこれで飴色になるまでしばらく炒めていきます。で今回ちょっと和牛の赤牛使うんで入れなくてもいいんですけど、少しだけ醤油入れます。ちょっと日本スタイルというかちょびっとでいいです。ちょっとこの焦がし醤油っぽい感じの味付けでいきたいと思います。はい、じゃあこれでソースの完成ですね。はい、そうしましたらちょっとお肉焼いていきます。さっき玉ねぎ焼いたフライパンですね、旨味が出てるんでこのまま使います。ここにバター
でこれバターじゃなくて牛脂とかあとオリーブオイルとか香りの変化を楽しむのもありかなっていう感じです。じゃあここにお肉のせていきます。結構叩いたんでそんなにじっくり焼かなくて大丈夫です。めちゃくちゃいくじゃん。さあ味付けしていきます。塩、黒胡椒ですね。もうね、柔らかさが感触で伝わってくる。玉ねぎの酵素でしっかり柔らかくなってます。もうこんなもんでいいですね。柔らかい、すごい。こんな感じでいい感じでしょ。そしたら赤牛の方も切っていきます。これすごいね、こっちめっちゃ柔らかいよこれ。完璧だね。おでここにちょっと模様ですね。ステーキっぽく。そういうことやってんだ。網目っぽくね、こう簡単だったね。はい、これで、牛肩ロースと赤内の肩三角のシャリアピンソースステーキの完成です。じゃあ試食の方に移りたいと思います。てなわけで今日も焼くとくでございます。うまそう。最初このアメリカ産肩肩ロース、せっかくなんでこれいっぱい玉ねぎつけていただきます。うまっ。ソースうまいねこれ。どういう風にうまいし、ちゃんとお店の味。玉ねぎの甘みがジュワッと出てきて肉も柔らかい。多分普通に処理しないで焼くと硬くて噛み切れないぐらいだと思うんだけど、若干筋入ってるんだけど全然気にならないぐらいちゃんと叩いてるから。今食べたとこが一番筋入ってるとこだから、真ん中の方食べるともう多分飲めるぐらいの感じになると思う。飲める飲める。うまい。ガーリックチップはお好みで使ってください。うん、最高。次これ赤牛でございます。でさ、赤牛ちょっと贅沢な使い方しちゃったけど、あ、溶ける溶ける。マジで。これ肩三角のくり身なんだけど、普段は割とこう食感のあるお肉なんだよね。でそれをちゃんと下処理して玉ねぎにつけることによってこれだけ柔らかくなるよっていう。本当に溶ける。まあアメリカ産も確かに柔らかいんだけど、まあちょっと圧倒的かな。それそうだろ、スーパーで買ってきてあんな簡単にこのレベルができるんだったらぜひやってほしい。まあコスト面考えるとね、やっぱ家でやるにはアメリカ産の方がいいよね。ああいいね、結構レアだ。あ、すごいよ。もったいないのかと思うんだけどめちゃくちゃうまい。あれです。多分ね、帝国ホテルさんはアメリカの多分ランプとかで作ってるのかな。割と赤身の中でも柔らかい部位で多分作ってると思うって感じで、今日は帝国ホテルさんのちょっと再現をしていたんですけど、8月お盆とかで長期休暇取る方も多いと思いますんで、東京来た際はねぜひという感じで今日はご家庭で簡単にできるシャルピアンシャリピアンシャリピアンシャリピアンソースシャリピアンソースをやってきました。また次回実用性のあるものをご案内できればなと思いますんで、ちょっと次回まだ肉の塊さばくか再現するのかまだ決まってなくて、なんかこういうのやってほしいとかあればコメントいただけると助かります。非常にぜひよろしくお願いしますそれでは次回また。今ちょっと遅くやってますけど、いつも味噌だれにつけて食べてます。お刺身で結構